から僕は講師を辞めます。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。いきなりですが、サムネイルにある通りね、僕は羊毛フェルト講師を辞めることにしました。今日はめちゃくちゃ大事な話をします。特にこういう人、リアルな作品が作れるようになりたくて、いろんな教室に通ったり、オンライン講座を受けてみたけどなかなか上達しない。でね、自分には才能ないんじゃないかと思って、そろそろ辞めようかなって思ってる人。あるいは、まだ始めたばっかりなんだけど、これから教室に通おうかなとかって思ってる人も含めてね、めちゃくちゃ大事な話をするからね、ぜひね、最後まで聞いてってください。まずね、自分には才能ないかなって悩んでる人本当に多いんだけど、それね、間違ってるから。ほとんどの場合、あなたの能力を引き出せてないだけです。教えてる人が。これ最初に誤解のないように言っておくけど、他の先生や講師たちをダメだと言ってるわけじゃないです。そこはちょっと勘違いしないです。ちゃんと話を聞いてください。じゃあね、なぜ教えてるのに、その人の能力を引き出すことができないのか。それはね、これなんですよ。多くの教室や講座、そういったものは技術を習得させること。そこをゴールに設計してるからなんです。もっとわかりやすく言うと、習いに来てくれた生徒に、この作品作れるようになりましょうねっていう教室とか講座しかないじゃない。これは別に悪いことじゃないの。その先生たちが自らが時間やお金を使ってね、それまでに積み上げてきた技術をしっかりと伝えるためにやってるんだから。これはすごくいいことなの。なんだけど、僕はここに大きな問題があるって思ってるんだよね。これはね、何が問題かっていうと、技術を習得させるために技術を教えちゃってる。逆を言うと、習う方も技術を習っちゃってる。今みんなこれハテナマークでしょ？何が悪いの？当たり前じゃんってなってるでしょ？じゃあね、聞くよ。こんなこと起きてね。実際に今教室に通ってるんだけど、例えばね、進級制の教室だとしたら、なかなかね、技術が上がっていかなくて、進級できないんだとかさ、上手くなっていかないんだとかさ、教室に通ってる時はいいけど、講座を習ってる時はいいけど、それが終わったら、急にピタッと成長が止まってしまったとかさ、そういうこと起きてない？これはなぜ起きるかって言ったら、技術しか学んでないから。だから、その人の持ってる能力自体を引き出してあげることができてない。ただ、手先を動かしてマニュアル通りに作れるようにしてやってるだけ。だから、技術を習得させるっていうところがゴールだと、極端な話をすると、ただの、そのものを作れる作業員が出来上がるだけなの。だから、教室が終わった後、講座が終わった後に、ある程度のとこまでしか行かない。そこで止まっちゃうの。そりゃそうだよね。だって技術を習得させることがゴールだから、それ以上は考えてないんだから。でも、僕は教えるってそういうことじゃないと思っていて、何かを教えるんだったら、やっぱり、その教えが終わった後、その人がさらに自分でどんどん能力を上げていけるように、そして、その人がなりたい未来を手に入れれるように、その力をしっかりと与えてあげること。そこまでやるのが、僕は教えるっていうことだって思ってるんだよね。だから教えるんであれば、技術を習得させるっていうところをゴールにするんではなくて、その人の能力を引き上げて、しっかりと成長させてあげるっていうところをゴールにしないと、出来上がるものが変わってしまうのね。でね、突然なんだけど、講師とコーチの違いってみんな知ってる？講師っていうのは、それまでね、自分が何年もかけて培ってきた知識や技術、それをしっかりと教えるっていうことに重点を置いてるんだよね。で、コーチっていうのは、目標達成したいって思ってる人のサポートなんだよね。だから、その人の能力を引き出してあげて、で、正しい方向に導いてってあげる。っていうのがコーチなんだよね。で、講師。このね、教える講師っていうのはとても重要です。その自分がやってきた知識や技術、これを独り占めするんじゃなくて、多くの人に広めてあげよう。この楽しさを伝えてあげようってやるのはめちゃくちゃ重要です。だから、多くの羊毛フェルトの講師がいて、いろんな先生方が各地でやってるし、これは本当に素晴らしいことだと思う。で、僕自身も講師って名乗ってたし、そのつもりでやってきた。だから、YouTube でもいろんなね、レッスン動画を上げてたり、技術アップ講座をやったりとかしてきたんだけども、その一方で、さっきまで言ったように、僕の中であの考えが基本的にあるから、ずっとモヤモヤしてたんだよね。で、今、虹玉塾、1期生も2期生も教えてきて、2年目に入るんだけども、虹玉塾にはどちらかというと僕はコーチをしてるんだよね。
もちろん技術指導はするけども、それよりも、その生徒の能力を引き出すことを考えてやってるのね。作り方や手順を教えるっていうよりも、なぜそうならなきゃいけないのかとかっていうのを考えさせたりとか、そういうふうに導いてってるつもりなのね、僕はね。で、これまでね、忙しさにかまかけて、なんか自分とそこをしっかりと向き合ってなかったなと思って、そこを一度しっかり整理しようと思って考えたら、僕がやりたいのは、このね、コーチをやりたいの、僕は。心底やりたいのは本当にコーチ。で、この世界に入って7年目になるけども、やっぱりその教え始めてパッと見て思うのは、この世界講師はいっぱいいるなと思ったの。羊毛フェルトだけじゃなくて、ハンドメイド業界すべてにおいてね。講師はいるけど、コーチって圧倒的に少ないだろうなって思ってるのね。で、この講師なのかコーチなのかっていうのを別にごちゃ混ぜでやってる人もいると思うの。講師業をやりながらコーチングやってる人もたくさんいると思うの。だけど僕はそれはね、不親切だなと思って、習いに来る人に対して。っていうのは、習いに来る人が、この先生はどういうことを教えてる先生なんだろうっていうのがもっと明確にわからないと、やっぱり選択する方としては迷うわけね。だから僕はこの講師であるべきなのか、コーチであるべきなのかっていうのを僕自身がはっきりしようと思って、そしてこの業界にコーチが圧倒的に少ないって思うから、だから僕は講師を辞めます。そして僕は羊毛フェルトコーチとして活動していくことにしました。で、こんなのいちいち宣言しないで勝手にやれよって思うかもしれないけど、でも今言ったように、やっぱりその教室に入ろうと思った時に、その先生がどういう先生か分からなかったら入りにくいと思うのね。だから、いろんな教室通ってる人いるでしょなんていうかな。うちの奥さんなんかがそうなんだけども、美容室いっぱいいろんな店行くの。で、あそこいいなと思って行ったら、ちょっとイメージと違ったとかって。で、美容室難民になってるのね。それと同じで、いろんな教室行ったけど、なんかやっぱり違った、合わなくてこっち行ったけど、なんかイメージじゃなかったとかさ。っていう風に、教室難民になっちゃうのって、やっぱりその教える側が、こういうところですよっていうことを明確にもっと打ち出してあげないといけないと僕は思ってるわけ。なのでね、僕は、そのみんなの個々の能力がなるべく引き出せるような、そういう教え方を主体にやっていきたいなって思います。もちろん、今までやったように、レッスン動画を使って、技術はね、もちろん学ぶんだけども、技術を習得するだけじゃなくて、その先にあること、自分がやりたいこと、それぞれ違うじゃない。作家業で食べていくためにやりたいっていう人もいるし、いやいやそうじゃなくて、趣味で楽しむためにね、だからもうちょっと技術上げたいんだっていう人もいるだろうし、亡くなったね、自分の子を作りたいんだっていう人もいる。それぞれね、目的は違うけれども、それぞれの目標を達成できるように、その能力を僕は引き出すお手伝いができればなと思ってます。なんとなく分かったようで分かってないような感じになっちゃうと思うんだけどもね、能力を上げるってどういうことっていうと、例えばすげえ簡単に言うと、今までね、分からないことはすぐ聞くっていうのが癖になってたんだったら、僕は多分、簡単に聞いてきたら、ああ、なるほどねって思うけど、じゃあこれはどう思うって聞き返したりする。ここどうなってましたとかね、調べてみましょうとか。虹玉塾の塾生にもたまにやるんだけども、そうしたらさ、調べればわかるじゃんって思って自分から調べるじゃない。これみんな経験あると思うのね。人から簡単に教えてもらったことって覚えてないの。体が。頭が。でも、自分で苦労して調べたことってずっと覚えてる。だから自分の血肉になる。だから、調べるっていうことを癖づけるとかさ、あるいはね、失敗したらどうしようってね、みんなね、この技術を習得することを目的としてやってたら、失敗しないように作るの。でも、それはダメなの。それじゃ成長しないの。失敗したっていいの。だって失敗したら、失敗した数だけ上手くなっていくんだから、こうやってやったら失敗するんだっていうことが学べるんだから。それを失敗させない教室があるとしたら、それはおかしい。教え方がおかしい。中にはね、これ悪口になっちゃうかもしれないけど、こうやってさ、自分で作って、わからなくて、先生これどうやってやったらいいんですかって聞いたら、先生がバーって手直ししてくれたとかさって、僕ね、それはね、やっちゃいけないと思う。だって、やっちゃったら、その生徒がせっかくね、クリアできる問題にぶち当たってね、これをクリアしてさ、新しい能力を手に入れるチャンスを潰してしまってるから。そもそもそれ技術習得すらさせてないしね。あとはね、自分には無理かも、こんなの難しくてできないって考えちゃうとさ、できるものもできなくなるから。それをうまくね、
気持ちを引き出してあげて、こんなのやったって別に失敗したって死なないじゃん。やってみようよってやったらさ、失敗を恐れずにやったらさ、作ったらさ、あれ案外いけたってなったら、そのね、高くて越えられないかもって思ってた壁、楽々と越えてんだよ。だからそんなもんだから。あとはね、これ見てる人はさ、女性が多いし、主婦の人が多いと思うから、やっぱりね、圧倒的に時間がないと思うの。で、時間がないし作れないし自分は上手くなっていかないって思うかもしんないけど、違う、そんな考えちゃダメよ。時間がないんだったら時間がないなりに、たった数秒でいいよ。あそこどうやって作るんだっけ？こうやってやってみようかな。とかって、イメージできるじゃん。これをやってるみんな。やってないでしょ？これをやってごらん。めちゃくちゃ能力上がるから。だから能力を上げるってすごいなんか難しいことのように感じるかもしれないけど、そんなことなくて、僕はこういうところをどんどんその引き出しを、なんかさ、空いてないみんなの引き出しをつついて、ここに引き出しあるじゃん。開いてみたらっていうのをやっていきたいなって思ってます。はい。ほんとね、そういうことの小さな積み重ね。それが技術アップっていう結果につながるの。結果的に技術が上がってる。技術を上げようとするんじゃなくて、そういった能力を上げてあげる。そしたら勝手に上手くなっていくから。はい。ということでね、リアルな作品が作れるようになりたくて、教室や講座で学んでみたけどなかなか上達できない人、あるいはね、これから教室通おうかな、どっかいいとこないかなって探してるような人いたらね、自分の能力を上げて成長したいってそういうふうに思ってる人だったら、僕のところに来たら絶対に成長できます。で、そんな羊毛フェルトコーチの僕がやってるオンライン教室があります。それがこれです。YouTube のメンバーシップです。この YouTube のメンバーシップのシステムを活用して僕はオンラインで羊毛フェルト教室を始めました。で、このメンバーシップのメンバーになってもらうと、こういった特典を受けることができます。メンバーはね、月額12,000円です。で、普通のメンバーシップって思ったら高いって思うかもしれないけどね、受けれる内容がこれです。まずね、メンバー限定のレッスン動画が見られます。このレッスン動画っていうのは言ってみれば、オンライン講座とかで学べるような動画だと思ってくれたら納得してもらえると思います。で、僕がね、これまで無料で公開しているレッスン動画いろいろあると思うけど、あれをさらにパワーアップさせます。今まではこの作品を作ってみようって僕の作品を見て作品を作るっていうやり方だったけども、このメンバー限定のレッスン動画は基本的には全てこういう風にモデルの写真があって、それを見てモデルそっくりに作ってみようっていう動画になっています。で、この動画の中でこれまでオーダー専門作家として培ってきた全ての知識と技術を全部解説してます。もう出し惜しみすることなく全てここで語ってます。で、これから上げていく動画もどんどんそれを語っていきます。なので、うちの子オーダーをやりたいとか、あるいはね、そっくりな作品を作れるようになりたいとかって考えている人にはかなり有益な動画になっていると思います。で、この動画は、今は猫を作る動画しか上げてないけれども、次は今月末か来月頭には柴犬のレッスン動画ができます。まだね、顔の作り方だけなんだけども、体の作り方がさらに追加されていきます。それが終わったら、違う犬種を作ってみたり、違う猫を作ってみたり、ウサギを作ってみたりっていう風に、2ヶ月から3ヶ月に1回ね、新作が上がってきます。そして、メンバーでいる間は、この動画、過去動画まで遡って、すべて見ることができます。ここは普通のオンライン講座と決定的に違うところですね。普通のオンライン講座だとね、終わっちゃって何ヶ月か後には見れなくなっちゃうけど、そういった制限はありません。メンバーになってくれたらいつでも全て見れます。ただね、ちょっと YouTube でやってるから、動画数が多いから、ちょっと動画が探すのが大変だから、自分でね、ちゃんと再生リストにね、登録しておくとかっていうことはしなきゃいけません。はい。というわけで、まずね、一つ目はメンバー限定のそのレッスン動画が見れますよっていうこと。で、二つ目。これめちゃくちゃでかいです。新しく追加しました。やっぱりね、その講師ではなくて、コーチとしてやっていくんだって考えたときに、これはね、やっぱりメンバーにはしっかり教えてあげなきゃいけないなと思って、この毎月1回無料添削をね、新たに付け加えました。これ考えて月額1万はめちゃくちゃ破格ですよ。メンバーは毎月1回無料で僕に作品の添削を受けることができます。で、例えば今月もう1回添削受けたいっていう時、それはね、さすがにちょっと人数も多いので、これは人数制限かけてチケット販売っていう形にしていきたいなと思います。2回目以降はね、5500円かかりますよっていうところです。で、この辺のね、やり方っていうのはまたメンバー限定動画で詳しくね、解説したいと思います。
当面の間ね、LINE 公式の方を利用して写真を送ってもらって、そこに僕がね、アンサー動画を流していくとかっていうようなやり方をしていきたいなって思ってます。で、3つ目の特典。それはね、僕ね、虹玉屋の i シート、これを作ってるんだけど、これがメンバー限定の価格で少し安く購入することができますっていうところですね。で、4つ目の特典が、まだ不定期で考えてるんだけども、ゆくゆくはね、月に1回くらいライブ配信ができればなと思ってるんだけど、ちょっとね、立ち上げの今はね、ちょっともう少し待ってください。で、限定ライブで何かみんなの質問に答えたりとかさ、あるいは何かね、みんなのためになる、血肉になるような話がね、できればいいかなって思ってます。でね、最後5つ目。これも結構重要なポイントで、例えばさ、レッスン動画を見てて、ここもっと詳しく解説してくれたらなとかさ、で、そういうのがもしあったら、コメント欄とかでね、コメントもらえれば、毎回全てが答えれるわけじゃないけど、できる限り、これはみんなのために作ってあげた方がいいよねっていうものは、新しいレッスン動画としてね、作ったりとかっていうのもやっていこうと思います。これ結構でかいと思いますよ。しっかり自分の要望を聞いてもらえる。そしてそれを反映してもらえる教室って考えたら。はい。というわけで、こういったものを月額12,000円で受けれるっていうことです。はい。ただね、1個だけ。このね、毎月1回無料添削。これは、あまりにもメンバーが増えてしまった場合は、ちょっと僕の手が回らなくなってしまうので、その時はね、ちょっと考えます。他の方法、何かね。だけど、当面の間はこれでいきます。で、もし変わるようなことがあったら当然、メンバーにも伝えるし、相談もするだろうしね。あとは、一般公開している動画の方でも当然告知はしていきます。はい。そんなところですね。というわけでね、今回僕は羊毛フェルト講師を辞めて、羊毛フェルトコーチとして、僕のところに集まってくれた人たちが、少しでもね、成長して、自分が目指す未来に一歩でも二歩でも近づけるようにね、そんなね、活動をね、していきたいと思います。最後にこれを伝えてね、今日は終わりたいと思います。能力の差はね、ほとんどないです。みんなね、そんなに実は大差ないんですよ。でも、そこに他の人との差がつくのは努力です。そしてその努力よりもさらに差を大きくするのは継続の力です。そして一番大きい差が生まれるのはそれを習慣にしている人たちです。だからみんなも今自分がね、使い切れてない眠らせてしまっている能力。これを僕のところに来てくれたらお互いに刺激し合って、こういうこともやっていかなきゃいけないよねって少しでもさ、気づいたらそれをね、ちょっと使っていく。ちょっとした小さな努力でいいから。そしてそれを頑張って続けてみてさ。ほんとね、ちょっとしたことでいいと思う。でね、それをいつか習慣にすることができたら、めちゃくちゃ変わるよ。めちゃくちゃ。だってね、その変わる方向がさ、たっただよ。角度が1度かもしれない。ほんのちょっとかもしれない。でも、これが、1年後、2年後、3年後って考えてみな。どれだけ広がっていくの？そうやって考えたらさ、なんかさ、ワクワクしてこない。で、このワクワクがあったら、ちょっとさ、いや、これ結構大変だなって思うことでも、そのワクワクを手に入れるためだったら頑張れちゃう。僕が、全然休みなんかないし、動き続けてんだけど、それでも苦痛じゃない。それは自分が手に入れたい未来、それにワクワクしまくってるから。だから、止まっちゃったらさ、早く行きたいのに行けないじゃん。だから僕はもうずっと走り続けることができるのね。ワクワクさえあれば。だからね、ぜひね、みんなもいろんなことに気づいたり、いろんなことに挑戦して、どんどんそのね、ワクワクを増やしていってほしいなって思います。はい。そのところでね、今日の話はここまでです。羊毛フェルトが上手くなりたいとかさ、そうじゃなくても何か成長したいとかって思ってる人、そんな人もね、いたらね、ぜひね、メンバーの方参加してくれると嬉しいです。はい。それじゃあね、今日の話はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。